来たな。まさかここまでやるとは思ってなかったぜ。こりゃ正真正銘のモンスターマシンかもしれねえな。ほとんど反則だよ。見た目こそ300系そのままだが中身は別物だ。機関 1354mm600V で最高速度40キロじゃさすがに話にならないからな。あれだけ振り回して遊んでてもこのタイミング。俺なんかじゃこのじゃないけど横にしてコーナーに突っ込む気にはなれない車なんだけど、車体が短いからスピンモードが速いんだ。言ったろバカだ。どんな車でもどんな狭い道でもとりあえず横に向けるやつなんで、ああやって車の癖とか限界とか的確に見極めていくんだ。よく似てるぜ宝塚線の2000系のバカ坂にもさ。動力系と足回りは全部取り替え、車体にも補強を入れた。全県入場中の車でバトルさえまともに走れば十分だから思い切って手を入れた。最新のパワーエレクトロニクスを導入すれば大型車相手に十分なアドバンテージを得られるんだ。軽量で重心の低い300系ほどバトル向けの車はない。ドライバーのテクがどうこうってレベルじゃねえよ。お前もやることがえげつないぜ信彦。そう言うなって。相手は私鉄王国と呼ばれている関西のトップを揃えてる。言ってみりゃドリームチームだ。これくらいはやらないと反則と言われよう。何と言われても俺はプロジェクト D に勝ちたい。怖いよな。つくづく頭のいいやつが本気になると。上りのコーディネートはお前に任せたからな。俺はこの8500回で8200を撃墜してやるんだ。いつでも来いプロジェクト D。 東急グループの底力見せてやるぜ。鉄道事業の掟は俺が守る。なあ文弘、今度の遠征は藤原にとっては今までで最大の難関になるかもしれない。え、藤原が？そうは言うけどあいつは厳しいバトルの連続だぜ。特に東道塾との東上戦バトルなんかは。今回はあれよりもっと厳しくなるだろう。最強の敵はドライバーとは限らないからな。なんだよ、どういう意味だ？すぐにわかるさ。俺は寝るから長津田に着くまで起こさないでくれ。何度見ても慣れないな、これだけは無品で。よう待ってたぜ。首を長くしてさ。覚えてんだろうな俺のこと。偉くなりやがって。覚えてますよ。あ、何や？完全に忘れてんじゃねえかよ。それからそっちもだ。忘れたとは言わせねえぞ。誰だっけ？たくおめえもかよ。どいつもこいつも。思い出した。2800全 M 編成のシスコンの人だ。あの神戸戦で絡んできたロリコン野郎か。死ねばいいのにな。シスコンでもロリコンでもねえっていうか、パザコンとブラコンに言われたかねえ。だってス
クール水着とか体操着とか。マジでキモいな。あれは演出でない。事実とは無関係です。性的に追い込んでやろうか。マジでキモいな。でも渡さん、なんで東京に？覚えてんじゃねえかよこの野郎。デューダしたんだ。古っ。風に湿り気がある。降水確率は 50% だそうだ。チェ、あんまり雨は嬉しくねえコースのディティールを頭の中に叩き込んでしまえば問題はないさ。集中していけ。目標は朝までの50本だ。無理。スタンバイできました。いいですよ、圭介さん。よし、こっちも行こう。まさかな。参ったぜ。ヘビーウェットだな。荒く食っていくしかねえな。こんな雨の中バトルだなんて。バッカじゃないの？キモ。ああ。何？なんか文句あんの？誰？は？寝ぼけてんの？かわいい妹の顔を忘れるって何？っていうか顔が全然違うじゃねえか。性格はあまり変わらないけど。最低！頭おかしいんじゃないの？まあまあ、渡るは鈍いから和美が綺麗になったことに気がついてないのか。もう信彦お兄ちゃんったら死ねえよおめえら。まさかとは思ってたけど、やっぱりあれか。こんなものまで引っ張り出してくるとはなりふり構ってねえな。世田谷線をコースに選ばないくらいの理性は残ってるさ。その言い方だとこいつのヤバさが分かってるみたいだな。正直言ってこの車で2000に勝っても嬉しさ半分って気分だぜ。あいつが負けると決めつけるなよ。勝負はやってみなきゃわからないぞ。いや分かる。かわいそうだが今度だけは勝ち目がない。決めつけるなと言ってるだろ。車対車で見れば確かに勝ち目は薄い。だけど車を走らせるのは血の通った人間だぞ。ドライバーとドライバーの勝負になれば何が起きるかわからない。お前はうちの下りのエースの凄さを分かっていない。理屈じゃないんだ。同じチームでやってればわかる。常識の枠をぶち破る天才ってのが世の中にはいる。なんだったら今から世田谷線でやってもいいぜ。まあ見てろって。藤原、走り出せばわかると思うけど、お前がショックを受けるぐらい速い相手だぜ。コーナーで離されてストレートで追っかける展開になるだろう。今までやってきたバトルとは全く勝手が違うぜ。今までやってきた中で一番苦しかったバトルを思い出してみろ。自分がやられて一番嫌だと感じたことを今日はお前がやるんだ。ヒントを言うなら、例えば今日一のやり方なんかは言う。忘れるなよ藤原。今までとは正反対の発想が勝利の鍵だ。それじゃあカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。
でもないことになってるぜ。こいつどうするいいのか全くわからない。ストレートに追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすりゃいい？京一さんのやり方ってなんだっけ？なんじゃ我やんのかこら、殺すぞこら。須藤と申します。馬面はぎ。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。そうか。変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってこと。俺はな、リーのバトルになる圭介と藤原にあえて課題となりってるし、藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてました。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があるのだし、全てを予定通りにコントロールできる。高すぎるか藤原の前に置いてしまった。レールと車輪との接触面での摩擦によりニューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うわっ、そうなったらそうなったら、この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。やべえ、迫力あるぜ。雨の星でクリアかい。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンドだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する。あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃った。今までのバトルと違う正反対の発想が勝負をかけ、相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったって。この雨はクソなんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも夏の方がリスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルレースがついていけないのか。スイスイ来やがってだんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやってね。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、なんなんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡りの8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ。なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。
今熱海の通過したってさ、4、50メートルの差らしいんだ。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれるぞ。2000のドライバーの計算できない能力、100% 勝てると思っていた作戦の土台を裏つかせてやがるぜ。わかる。2000のボディ全体から伝わってくる。埋めたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対使える。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回かせいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。んだよ。理屈じゃない。これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんです。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。なんだそれ。逆ドリフト。その通り。カウンターアタックで仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分のがこんな速い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。俺だけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙、視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない自分の意志は、東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ点数まで目から入ってくる情報が不足している。頭の中に浮かべるイメージでそれを補うこと藤原はこの能力が突出して高いので、コーナーのアート、限界スピードを瞬時に見極め、目印のない黒いものです。全てはイメージで、それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、飛びすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。何が何だか分かんないけどすげえラッキー。けど今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。制御したい。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ。マジか。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。時間ない。考えてる暇ない。分かんねえ。行くしかない。
刺したよ池谷先輩。俺消えた。うわ店にはいなくなった。バカな、ありえねえ。片言川までぴったりと全焼灯が張り付いていたはずだ。2000が消えた。ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことだ。全焼灯を消し闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこよりこっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。白かった。そんなに差がついてるんだ。今は自分の走りに集中しよう。さっきとなって相手が見えないのはあっちも同じだ。負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないもこっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける知覚感でやられただけだ。ブラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなく勝っていた。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われても分かんねえもんは分かんねえんだ。どっちが速いとかそんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2000には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何か根本的に違う。初めに言っただろ、発想の転換だって。ドライバーの仕事は車の潜在能力を引き出して走ってやることだろ。突き詰めていけばその一言に尽きる。速く走るという目的の上で相手の車よりも勝っているポイントが一つでもあれば、その一つを武器に徹底して攻めるのみだ。今日一のやり方を思い出すと言ったのは技術的なことだけじゃなく、そういう心理面を含めて二重の意味があったんだ。今日のバトルは中盤までで勝負の大半が決まっていた。引き離されずによく食いついたな。よくやったぞ。あとはゆっくりしてていいぜ。よかったな。
俺褒められたんすかね。俺本当言うといまいち納得できてないんすよね。涼介さんのアドバイスの意味が最後まで分かんなくて、考えてるうちに後がなくなって反射的にブラインドアタックを使ったんで、本当にあんな抜き方で良かったのかなって。よかったんだよ、それで。涼介さんの言いたいことは要するにそういうことだから。お前個人のバトルだったらどんな選択しようが自由だけど、今は D の看板背負って走ってることを忘れないでくれるな。いたいた。おい匠、いやビビったよ。まさかライトを全部消して突っ込んでくるとは思わなくてさ、危うく俺マグロになるところだったよ。許してやるけどさ。ホームの端で突っ立ってるお前も悪いよ。およ、